ジョブ大工の翔燕です。今回でこの現場、この家の中の造作は最後になります。玄関のこの収納と飾り棚と手すり、そして目隠しの壁、やっていきます。今回は玄関ですね。昔はね、玄関はもっと大きかったんですけど、小さくなりましたね。でも、昔と違って、玄関に収納スペースがつくっていいことなんですよね。きちっと収まりますしね。でもこれ正面こんだけの下駄箱の棚って、靴ってこんだけあるもんなんでしょうかね。正面は全面収納になります。今回はロッカーとかいろんなもんは取りません。正面に靴入れの棚が可動式でね、つくようになります。その正面の壁からやってきます。壁に杉板を貼る場合はね、どうしてもこのタッカーの釘が動物より出てしまうんですね。ですからこういう時はもう必ず動物の後ろにね、何か挟んでやって秘密シートをね、破らないようにします。これ下駄箱収納の正面はね、板張りになります。よくね、正面に珪藻土とか漆喰を塗ってそこに靴が当たりますと黒く汚れます。ですからこの必ず下駄箱収納靴入れには杉板を貼りました。今回は玄関に目隠し壁ができてもやはり見えますよね。見えた時にワンポイントとして杉板を貼るようにしたんだなと思ってますけどね。収納部分のね、輪郭というか骨組みはね、杉の修正台で作ります。側板は両側ですね。厚み 20mm、幅は330ですか。これを2枚かけてね。そして真ん中の間仕切りは厚み 30mm で作っていきます。厚み 30mm の石刀でね、この一見の真ん中に1枚垂れてね、タバコの幅を半分に仕切ってやります。そうすることで棚板がね、同じ収納の段があっても丈夫になりますよね。やっぱ1800と900ではね、全然違いますからね。棚の奥行きは300ですね。300あれば十分ですね。これはのりだけ。これで下駄箱収納の輪郭はできましたね。ここにレールを打って可動式の棚をつける。それで完成ですね。今度は玄関と部屋との間仕切りですね。間仕切り壁はまだしてなかったんで、壁といってもね、天井まで壁にするわけではなくて、床から1900の高さで壁止めみたいにね、カモイを入れてね、その上は空いている、そういう形の壁ですね。
は壁止めを入れます。壁止めって鴨居の高さですよね。同じ鴨居材を入れるんですけどね、一般に鴨居であろうが壁止めであろうが、目より上、頭より上の場合は木表を下に使います。目より下の場合は敷居みたいな感じですね。そういうとこに入る同じ木でも今度は木表を上番使います。ですから結局上から見えることはないんですけども、壁止めは木表を下にして使います。その方が全体の自然的な鴨居の向きですね。今回のこの敷地はね、化粧柱1本で片方は壁になります。ですから柱の方へヤーで送ってやってね、そして取り付けていきます。化粧柱に鴨居ですからね、もちろん壁は新壁で仕上げていきます。新壁とはね、柱鴨居の内乗りに壁が入ります。柱に貼り付けるように作る壁は大壁ですね。そして新壁のこの玄関側にね、飾り棚がつきます。そしてその中間に手すり棒、八角形なんですけども、同じ材料でね、手すり棒がつきます。まずは化粧棚を仮付けします。そして手すり棒の位置を決めます。正面にね、三尺の入り口があるんで、これなかなかね、位置は難しいんですけども、玄関の上がりがまちのちょうど上に立てるようにします。そしてその位置でね、手すり棒を化粧棚に3分の1だけかけてやります。化粧棚の切り口は手すり棒の八角形の一辺を使います。その一辺の勾配で切ります。最初にね、棚板は取り付けます。手すり棒との敷地は後にします。この棚板も引き代が200で、作ってきたのも200なんですね。ですからこの胴縁に挟む分、壁に入る部分がなかったんで、ちょっと細工してね、25か27ミリほど後ろに足しました。そして手すり棒を垂れていきます。上下のこの仕事はね、芋付けです。プツンと切ってずっと入れるだけです。棚と手すりの接点は手すり棒だけを描きます。棚板には何の細工もしません。ですから八角形のね、角でピチッと止まるように収めてやりたいと思います。
金板と手すり棒は同じタモ材で作ってあります。タモ材はね結構硬い材料なんですけど、欅と違ってね、こののみを使うのにチカッこの敷地ができますね。割と使いやすい材料です。手すり棒の取り付けはボンド、そして金板の下刃からのビスで留めていきます。ちょうどね壁板も張ってないんでクランプをかけることができます。クランプをかけてやって、そして裏側からビスで留めます。上と下もビスを揉むんですけども、上は結構見えるんでね、壁が上開いているんで、上はタル線で、下は直接揉んでコクソで埋めていきたいと思います。下のビス穴はコクソで埋めてやるんですけども、コクソって同じそもぎのノコクズをボンドを混ぜて、そして埋めてやる。もう本当のコクソってね、小麦を小口をカンナで削るんですね。小口をカンナで削ったくずを丁寧に粉にして、それをボンドで練って埋めてやる。これが本当のコクソなんですけどね、ものすごく時間がかかります。ですからもう簡単にノコクズで埋めて、そしてふくらしめに多めに持ってやります。そして乾いてから削ってきれいに仕上げます。そして壁のボードを貼ります。今度は収納と玄関の間仕切り壁、目隠し壁ですね。壁自体は真ん中だけなんですけども、両側をアーチにして通ることができます。真ん中だけの壁、アーチ壁をやってきます。骨組みは45の60、根田歩きですね。それに直接 M クロスを貼るようにしていきます。まず通路部分と目隠しの壁部分の寸法を決めます。それに直接上の方は M クロスで R を作ってしまいます。ですから長さだけ切ってこの M クロスを当てて通路の幅を移してやります。そして通路部分に円を描いて、そして裏表2枚ですね、 M クロスを2枚当てて両面の壁を一度に切り抜きます。このジグソーって便利ですよね。仮にジグソーがなかったらどうするでしょうね。まさか引き回しで切るわけにもいきませんし、糸のこっちゅうわけにもいきませんしね。本当にジグソーっていい仕事してくれますよね。ジグソーはね、どうし
してもこの流れるんですね。綺麗な R にならない。ダメ元でね、ボードヤスリ、自分のはこれカナの子が集まったボードヤスリなんですけども、これでやってみたら結構落ちるんですね。割と綺麗にデコボコ治ったんでよかったです。それでは R 部分の M クロスとボードを先に貼ります。で貼ってからね、急所急所に下地を入れてやります。もちろんこの R 部分には自在合板を使います。一方方向に貼ってあるベニヤですよね。真ん中の1枚だけ新山は別方向に貼ってありましたけどね、それを幅に合わせてカットします。そしてこのように曲げます。でも今回は両側が壁と真っ平らな面が一緒にならないとダメなんですね。綺麗に曲がってそのまんま壁とフラットにならないとダメなんで、ちょっと細工が面倒やったですね。ボードを少しほじくってやってね。でもボードを穴開けたことでね、片っぽ止まってくれます。反対側からこの当て毛当ててビスで思いっきり上げてやれば、もうほんでそのまま戸惑ってくれますよね。縁はボンドでなくてもいいんですけども、気持ちね離れないで折ってくれよってこの願いを込めてボンドちょっとつけてやって、そしてしっかり止めてやれば結局 R ですから下がってくることのない、動くことはまずないでしょうね。そして最後にね、国層もしっかり乾いたんでね、のみで綺麗に削って仕上げます。これで玄関と玄関収納できました。メカ節のアーチ付きの壁、かわいい玄関ですね。これでこの家の中の動作が終わりました。あとは外回りのウッドデッキを仕上げてこの現場も終わりです。以上、大工のシャインでした。